かえりなさい、幸せ右脳へ。今回も意識変容の仕組みについてお話しします。このカードは仮面です。思考によってできる3つの機能のうちの2つ目、方向フィルターの働きを図解していきます。方向フィルターは思考が外側の世界に向いていることを表しています。顔の外側にあたり、宙に浮かぶようにガラスのレンズ状のものがある絵になります。このレンズ状のものは風が透け通るように外側へと意識を引っ張ります。生命から切り出され、小さく一つにまとまった自意識は、この外側に向かう力に一部が吸い出され、顔の前面を覆う意識でできた仮面を作り出します。自意識は外側の世界と相対し、この外側にはみ出た意識の仮面を育て、守り、働かせることで、そことつながっている内側の自分を育てていきます。時にはメンツを潰され、この時この仮面上の意識が壊されるような痛みを感じます。また、他者との関係を拒絶し、この時仮面上の意識がパワーを失います。また、顔を上げて、この時は仮面上の意識はパワーを得ます。このように生きていきます。自己のやや外側に意識を引き出すことで、外側の世界と意識が生々しくやりとりができるのです。大きな刺激を内側へともたらします。そしてもちろん、そのすべてを行っているのは生命です。生命があなたを行っているのです。けれども、あなたと生命の間には、意識変容の仕組み1の動画であった意識の隔壁が立ちはだかっています。自意識は生命がそこにあることを感じられなくなっています。その代わりに自意識そのものが生命の代わりをしているつもりになります。この時点であなたの40兆個の細胞は私の体というごく大雑把で小さなイメージの存在となり、吸い出された自意識によって外側から見るようになります。手を意識すると、手そのものの内なる細胞感覚よりも前面に、手というイメージがかぶさるのです。こうして切り出された自意識は吸い出され、外側から自分を見る方向へ働いていきます。私という感覚はとても大きくなり、体全体を大きく薄くカバーします。私がここにいるという感覚はますます強くなります。このカードは思考バリア。思考によってできる3つの機能のうち3つ目の働きを図解していきます。この可視化は幾重にも重なる機能を表すので、最初は意味がつかめないかもしれません。私たちは日常の中で背景に見える世界をあまり意識しません。自宅や慣れた場所、職場、いつもの道、いつもの電車の中などでは、いちいち電車だ、つり革が下がっている、床がある、窓だ、座席だ、と言語化しません。けれど、脳の中では意識の水面下でそれを行っている部分があります。そこでは世界を認知できる立体地図として言語で作成し続けているのです。見えるものすべてに意識のポストイットを貼り付け、名前を書き込んでいます。脳は
超真面目なのです。けれど、日常のほとんどすべてが人工物になった現在、その機能がとても負担になっています。見えるものすべてが認知できてしまうのです。さらには素材やメーカー、歴史、経験記憶など視覚情報からの情報のリンクが多すぎます。そんなに見えなくてもいい。危険や異常があった時だけ強く認知できればいいのです。そこでこの思考バリアの元となる意識の視界が形作られました。球の形に頭を囲み、視野の中央だけをくっきりさせて、他は脳内のイメージを投影します。認知をぼやかすのです。この基本機能が思考とリンクしています。思考によって分厚くなったり、透明度が下がったり、投影が強くなったりするのです。考えすぎると世界が見えなくなるという言葉そのものです。海や山に行って頭がすっきりするのは、このバリアが一時的に消えるからです。旅に出たくなるのは、新鮮な風景がこのバリアを消してくれるからです。私たちは世界と生で出会いたいのです。このカードは個のもつれ。ここまで思考の働きを3つの機能に可視化してきました。その働きが理解できるよう、思考によって個が強くなりすぎた状態を可視化していきたいと思います。生命から個を切り出したのは生命自身の働きでした。つまり、それは自然な出来事であり、生命はあなたという個の意識を生み出したくて生み出したのです。しかしここから先は生命が関与できない形です。思考がこの形へ進むとき、決してあなた個人に悪いことが起きているわけではありません。なぜなら、私たちを取り巻く外部の環境が思考を促進する文化文明であり、個を強化する流れであるからです。個としての思考が強くなりすぎると、思考の3つの機能が生命と個を完全に切り離します。意識の隔壁は分厚く大きくなり、喉元から後頭部まで覆います。これで生命は下降し、上半身にとどまるようになります。同時に方向フィルターもまた強く働くようになり、外側の世界へ生み出されたあなたは、世界があなたを完全に取り巻くように感じます。ポツンと一人の存在になるのです。安心できる何か大きなもの、温かで包み込んでくれる優しいもの、答えをくれる深くて素晴らしい英知、つながってる感覚、それら生命の実感を失った個の意識は、外側の世界にそれを渇望します。生かされている存在ではなく、生き抜かなければならない存在になりました。続きは、意識変容の仕組み3でお伝えします。